ね、きなこソースをかけようと。見て、可愛いでしょね、美味しいの。ナビスコリッツ、沢口靖子もびっくりね。はい、皆さんこんにちは。きなこスペシャリストのせいこです。このチャンネルはきなこ好きである私が今日の推しきなことか、あと大豆のネックレス、きなこちゃん T シャツなんかを身につけながら、主にきなこのことを楽しく発信していくという類まれなるチャンネルとなっています。たまにきなこじゃないこともやりますよということで今日はワクワクちょっとした企画をやっていきたいと思うんですが、題してきなこソースを作ろう、基本の作り方とその活用法を6つご紹介します。私は2021年の9月にきなこソースの歌をリリースすることができました。各種音楽アプリから聴いていただけると思うんですけど、今流れているんですがね、でもこんな意見をいただきました。この曲聴いててもきなこソースの作り方歌詞にないんですけどっていうのをいただいたんですけど、ないんですよね。作り方の歌じゃないんですねあれはね、きなこを何にでも入れすぎるとソースじゃなくなっちゃうから気をつけてねっていう、それだけの自分に対する戒めの曲なんですけれどもなので、ね、作り方ちょっと教えてくださいっていう声をいただいたので、今日は簡単な作り方、2分あればできちゃう作り方をまずはお教えします。その後にじゃあどうやって使ったらいいのっていろんな活用法を私は考えましたので、今日は6つお伝えして終わりにしようと思います。もうかける、つける、混ぜるくらいしかしない、もう簡単な活用法なのできっと試していただけると思います。やってみましょう。はい、用意するのはこちらです。ポーン。作りやすい分量、1人分、1回分の分量を用意してみたんですけど、溶かしたバター 5g と豆乳か牛乳大さじ2、そして蜂蜜大さじ1、後で計量します。そして塩1つまみくらいね。そしてきな粉大さじ1なんですけど、これを溶かしたバターに混ぜるだけっていう簡単な話、もうやってみせなくてもいいでしょ。でもやりますね。2分でできるんだからもう順番もどうでもいいですから、好きな順番でやってください。じゃあもう蜂蜜大さじ1入れるね。で豆乳か牛乳も入れます。そうしたらですよ、皆さん、きなこよ、今日は初恋きなこね、初めてのあの時を思い出して初恋のようなきなこを大さじ1入れるんですけど、これを入れすぎたからこそ私はあの歌を作ったんですね。だから皆さん、これ歴史的瞬間、大さじ1測れるかどうかね、これくらいでしょう、いいでしょうね。ということで入れますね。そうしたら若干のお塩を入れて、これも、ね、ちょっと入れるといいんですよ。これで混ぜるだけ、これで混ぜるだけでもうこれがきなこソースなんだからね。きなこソースを作ろう、きなこソースをかけよう、これが基本のソースです。そしてね、このきなこの分量を多くしたりすると、このソースがペーストになったりしてまた違う食感を楽しめるってことなのですから、自由自在です。これが基本のきなこソース。これを活用していろいろ食べちゃいます。はい、きなこソース活用法、1つ目のメニューはこれ、パンケーキです。パンケーキを焼いて、ホットケーキね、焼いてきなこソースを添えてあげる。もうきなこがかかったパンケーキ、美味しそうでしょ。これでシンプルなんですけど、これにかけるとね、きなこソースをかけようと。見て、芸術家ね、芸術見えますか？すごいな。ほら、食べたいと思います。もうね、ここからは料理しませんからね、おすすめのメニューとそれを食べるだけを、それを見る動画ですよね。でも簡単だから皆さん、パンケーキとかほら作るでしょ。私もプロテインパンケーキっていうのを昔作ったんですよ。この辺に動画上げとくんですけど、そこでソースを硬くしすぎちゃったからこの曲が生まれました。食べます。パンケーキ自体も美味しいけど、きなこの優しい甘さ、バターと合わさって最高に美味しいから、まずこれやってみてください。はい、きなこソース活用法2つ目、おすすめは野菜と果物なんですけど、特に秋の野菜と果物に合います。1つ目は
かぼちゃにきなこソース、ちょっときな粉かけてきなこソースを散らしてみたんですけど、いいでしょう。これさつまいもでも合いますけど、食べますね。このかぼちゃはレンジで2分くらいもうチンしただけ、それにソースとねきな粉をちゃーっと振っちゃえば美味しいから、ほら食べるよ。食べますね。はあ、どうなるのこのかぼちゃも甘いけど、そこにきな粉とバターの優しい甘さとね包むから、ぜひぜひやってみてくださいね。ほんと無添加おやつになるでしょ。そうしてあとは柿もいいんですよ。柿って甘いでしょ。このきな粉の甘さとちょっと大豆の風味と絶妙に合いますからね。どうよ、食べますよ。最高。最高だし、きな粉はソースでもいいし、ちょっときな粉の分量を多くしてきな粉ペーストにして添えて食べても美味しいし、何にでも合う。今は簡単にかけるだけだけど、いろんなデザートに使えると思いますよ。やってみてください。はい、きなこソース活用法3つ目のおすすめの食べ方はアイスクリームにかけるですね。これちょっとちっちゃいおチョコに盛ってみたんですけど、可愛いでしょう。これはバニラアイスクリームにきなこソースをかけて、ちょっとナッツを散らせてみました。もうそうしたらリッチな味になります。もちろんバニラアイスにそのまま粉をかけるのもいいけどね、むせるのが気になるとかざらつくのが気になる人もいると思うから、そうしたらソースにすればいいじゃないんですかね。ということで食べますね。どうかな。もうこれは店が出せます。店出す。はい、きなこスペシャリストのきなこのアイスです。最高ですね。皆さんソースたくさんかけて、全然粉っぽくないし美味しいな。やってみてね。はい、ここから最後3つご紹介するんですけど、きなこソースのきなこをちょっと多めにしてきなこペーストにしてね、活用するやり方を3つご紹介します。4つ目のおすすめはこれです。トーストに活用しちゃいます。この2つトースト違うんですけど、まず1つは焼いたパンにきなこペーストを塗ってバナナを乗っけてちょっときなこかけました。可愛いでしょね、美味しいの。そしてこっちはね、きなこソースをパンに塗って、きなこペーストをパンに塗ってとろけるチーズをのせる。これがね、きな粉とチーズがめちゃめちゃ合いますから、これぜひぜひやってみてくださいね。じゃあ恒例の食べるですけど、かわいいでしょ。こんなの朝食べられたら嬉しいでしょね。こんな感じです。断面こんな感じなんですけど優しいな、元気になるな、やばいな、美味しすぎる。まあでも想像できる味でしょ。これがいいの。こういうのだから毎日食べられます。そしてこれですよね、きなこソースとこのとろけるチーズがどんな風に合うのかね。美味しい。何回も試してやってますから、本当にこのきなこソースの甘さとチーズの若干のしょっぱさとこのまろやかさ、乳製品のまろやかさが合いますので、本当にやってみておすすめです。きなこソース活用法5つ目のおすすめはクラッカーに合わせるです。平和ですね。平和ですね。わかりますよ。だって合うに決まってるじゃないですか。もう平和に固く仕上げたソースを合わせてこうやってつけて食べるパーティーに最高でしょう。ナビスコリッツ沢口靖子もびっくりね。そして本当に美味しい。美味しいな。おすすめがこれなんですよ。チーズおかき系のこのお菓子にめちゃめちゃこのソース合いますから、本当に合うんですね。びっくり映えないけど、ぜひぜひやってみてください。やらないでしょ。やってみて。カマンベールチーズ風味と合います。ぜひやってみてね。ここまでお付き合いいただきありがとうございます。きなこソース活用法最後の推しメニューはスモアトーストです。きなこ使われてないじゃん。きなこですよ。わかりませんか。私は衣装替えをしたのがわかりませんか。これもきなこなんです。
これはね富澤商店の特選きな粉といって私がよく使うんですけどね、これ普通にきな粉ソースをかけただけのスモアトースト。スモアトーストっていうのはもともとマッシュマロとチョコソースを使ってねパンで一緒に焼くんですけど、それをチョコ使わないきな粉で作っちゃったっていうのがこれですね。簡単な短い動画30秒くらいの動画をこの辺に上げとくので、それよかったら見てくださいね。もう簡単、さっきのきな粉ソースをきな粉変えればこうなるだけなんですけど、チョコみたいな味がするんですよ。もうチョコとかココアの味としか思えません。きな粉の味がしないでもこんなの作れちゃうんだからいいでしょ。カフェやっちゃえるんじゃないのっていうことで最後に食べて終わりにしますね。パンにさちょっと固めのさっきのきな粉ペースト塗って上にはソースをかけたっていうね、簡単単純明快なものなんですけど、うわーどうする、切ればよかったけど先生食べます食べますね。マシュマロが溶ける、おいしいな。チョコの味、きな粉の味が一切しないきな粉ソース、そんなのってあるってことなんですが、こんな感じできな粉ソースを作ろう。歌もいいけどきな粉ソース本当に作ってみてください。ということで皆さん楽しいきな粉ライフをお送りください。見ていただいてどうもありがとうございました。